皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、世界を賑やかしている中国の気球のことに触れていきます。すでに皆さんもニュース映像でご覧になって知っていることだと思います。2023年は多くの試練が私たちの日常を脅かすことになると思いますが、その一つになり得る事件が今回の中国の気球による領空侵犯です。この動画を最後まで見ることで、また中国がやらかしているなと日和見的な立場、対岸の火事という感覚では見てはいられない背景があることがわかります。ぜひ最後までご視聴いただき、危機管理、危機意識のアップグレードを行ってください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、2月4日にアメリカ政府は、中国政府のものと思われる気球の撃墜を実行しました。おそらく撃墜することはないという報道があったと記憶していますが、現実は違いました。今回の気球は、カナダ上空からアメリカに侵入してきたということで、カナダ政府もその存在を確認しており、アメリカに情報提供していたそうです。最初にアメリカ領空に入ったのは1月28日で、その3日後にはカナダ領空に移動し、1月31日にまたアメリカ領空に戻ってきたというのです。アメリカ政府としては、撃ち落とすにも落下する破片等で国民に危険が及ぶ可能性を考慮しながら、気球の動きを監視し続けていたということです。そして2月4日にノースカロライナ州とサウスカロライナ州の沿岸部上空にて撃墜を実行しました。中国政府の対応は、その気球は民間企業のものであり、天候不良により制御不能となってしまったという釈明をしていましたが、そんなたわごとは誰も信じるはずもなく、中国政府はアメリカの気球攻撃に対して尋常でない反発をしているところを見ると、スパイ活動の証拠があらわになることの重大さを認識していることがうかがえますね。この事件によって予定されていたアメリカのブリンケン国務長官の中国訪問も延期となり、それどころか一瞬にして米中の外交問題にまで発展し緊張が走りました。今回の気球撃墜の裏にはアメリカ政府が何かしらの証拠をつかんでいて、撃墜という流れになったと思われます。撃墜には空対空ミサイルを使ったということになりますが、私的にはミサイルを使うなんて大げさだと感じましたし、ミサイルは高価なのにもったいないなと思いました。皆さんは戦闘機に搭載されている機銃で十分ではなかったかと思いませんでしたか？この件についても、この気球の厄介な存在が明るみに出ました。というのは、まず通常気球が飛行しているのは上空2万4000メートルから3万7000メートルのゾーンです。しかし今回の気球が飛行していたのは1万8000メートルから1万9500メートルのゾーンだったそうです。一方で航空機や戦闘機などが飛行するエリアは上空9000メートルから1万2000メートルの範囲ということで、通常の戦闘機では到達できない高度だったわけです。これは単純にエンジンの燃焼に使う酸素量に関係しています。空気が薄すぎて飛行できないということです。そしてさらに戦闘機に搭載されている機銃では、高速で飛行する戦闘機に対してふわふわと浮かぶ気球の攻撃は困難なのだそうです。そこで選ばれた戦闘機はエンジンが2機搭載された F-22 が選ばれました。推進力のある F-22 ならば気球が飛行する高さ近くまで飛行ができますし、選択された武器は一括約5000万円の空対空ミサイルということになったということです。こうして詳細を知ると、中国軍が保有する気球艦隊というのはかなり厄介な存在ということになりますね。ということで、アメリカによる中国軍の気球は撃墜されることになったのですが、案の定中国は例のごとく盗っ人たけだけしくアメリカ政府の対応を非難しました。ちなみにこの気球というのは我々がイメージするものとは違うもので、全長が60メートルもあり、そのサイズ規模から1トン以上あると推測されています。すでに残骸の回収で分かったことがあって、この気球には高度な飛行制御能力があるということが分かっているらしいのです。決して天候不良で偏西風に流され制御不能になったということではないのです。このタイプの気球は他にも南米の方からも飛来してきていたことも明らかになっており、なんと2020年6月には日本の宮城県上空にも飛来していたというのです。その気球は中国のものであったと思われますが、当時の防衛大臣は河野太郎です。日本上空にも飛来していたことについてスルーしていたというから、本当に情けなくもなるし憤りも感じるばかりです。領空侵犯なのに何もしないって、こんなことあって良いものなのでしょうか。それにしても世界中の領空を侵犯する中国は一体何を狙っているのでしょうか。今回この気球撃墜の事件を取り上げたのは、
台湾有事ともつながる可能性のある事件だからです。撃墜された気球の破片は特別チームにより回収されて分析され、今後詳細が明らかになっていくと思いますが、おそらく偵察を目的にしていたことは間違いなく、それだけではなく核爆弾やもしかしたら細菌兵器も搭載できる規模のものだけに由々しき問題です。ならず者国家ということは周知の事実となってきましたが、そこにテロ国家というレッテルも加わることでしょう。以上のことから現在は世界中が中国の無法ぶりを再認識せざるを得ない状況になっています。まさかそんなことまでしないだろうという認識を改めないと危険です。先日の動画でも取り上げた通り、中国政府は国防動員事務室を設置し、まさに戦争準備に入った様相を呈してきました。そしてそれは中国共産党の結党以来ずっと続いている戦闘状態の一環だと理解する必要があります。ある軍事専門家が、中国共産党が台湾侵攻をするタイミングは今しかないという見解を述べていました。アメリカの次期大統領選の行方は間違いなく中国共産党にとって逆風となることは容易に想像できますので、現在の政権の時に事を起こした方が有利だということです。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ぜひコメント欄に皆さんのご意見をシェアしていただけると、他の視聴者の皆さんへの刺激にもなると思います。私自身も視聴者の皆様からのコメントから元気をいただいたり、違った見地からの知見に触れることができており勉強させてもらっています。よろしくお願いします。今回の気球というのは決して民間会社の環境測定を目的としたものではなく、なんと気球艦隊の活動の一環だと言われています。艦隊ですよ。あの気球はれっきとした軍隊であり戦術兵器なのです。自国だけでなく世界中の環境を破壊する行為を行っている国家が環境測定だなんてブラックジョークすぎます。そして他にもあって、日本国内はもちろんのこと、世界中に設置されている孔子学院、海外派出所、専任計画、五毛島など多くの機関があると思いますが、すべて中央統一戦線工作部が中心となって活動しているということを認識しないといけません。ところで皆さんは最近中国に関する話題が多くなってきていると感じませんでしょうか。世論が反中に動いているということももちろんあることでしょうが、私はいよいよ誰の目にも明らかな行動に出てきたのではないかと感じているのです。中国の国内状況は多くの情報を集めれば集めるほど危機的というか壊滅的な状態です。経済もそうですが、少子高齢化などの社会問題、環境破壊に起因する干ばつ、そして流行り病に対する失策で国内が混乱しており、中国共産党の存続の危機に陥っているのではないかと考えています。人民に不満が溜まってきた時の解消法としての常套手段は人民のガス抜きを目的としてアメリカ悪玉論、反日ドラマの放映、反日プロパガンダをすればよかったものが、公務員の給料不払いが起き、人民の預金が凍結、没収されるなどが起きているので、人民の怒りはそんな小手先の手法では収まらず爆発寸前だと思われます。こういう状況を打開する方法として戦争があるというわけです。本当に恐ろしいことですし、勘弁してもらいたいところです。以上のような中国国内の問題は我々日本人にとっても対岸の火事ではないというところが厄介だと思いますし、今回この動画を作成した理由でもあります。今年はいろいろな試練が次から次へと我々に牙を向いてくることが予想されています。情報を集めている最中ですが、ドイツ銀行の破綻もいよいよ現実になってきそうですし、もしそうなったらリーマンショックどころではない規模の経済混乱が起きます。こうした混乱が起きた時にも中国は動くかもしれないというリスクがあるので、我々のような一般人は備えなければならないのです。結局、我々の食料安全保障について考えた時に、隣の国、中国で軍事的な何かが起きた段階で、一気に食料危機という状況が現実を帯びてくることになるでしょう。皆さんにとってもますます情報収集の必要性が増してくると思います。このような情報収集というのは一朝一夕でできることではありません。なので情報を持つ者と持たない者とでは瞬時の動きに雲泥の差が生まれることになるでしょうし、それが生死を分けることにもなると思います。今中国共産党の統治力は危機的状況にあると思いますが、もはや小手先の政策ではどうしようもないので、最悪の手段、動きに出る可能性に対して我々としては身を守ることの重要性が増してきました。国会で行われている野党のくだらないツッコミには辟易していますが、もっと緊急に対応しなくてはならない問題が山積みのはずです。これも政治工作によって国会を混乱させられているのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回の動画では
世界各国の領空侵犯をしている中国の気球をアメリカが撃ち落としたという事件を受け、私たちの安全保障、特に食料安全保障についての情報シェアと考察をしてみました。中国では超限戦という戦争論に基づき25種類にも及ぶ戦闘方法を提案し、通常戦、外交戦、国家テロ戦、諜報戦、金融戦、ネットワーク戦、法律戦、心理戦、メディア戦などを使って彼らの野望を実現すべく国家戦略を立てています。中国という国は覇権国家になることを国是としており、その手法が侵略であることが明確である以上、我々の認識もアップグレードしないとまずいと考えています。中国共産党の考え方には、国民に対する行為を見ていても命の尊厳などはみじんたりとも感じられず、それはそのまま我が国、日本人に対する残忍さにもつながることは容易に想像できます。兵法には兵糧攻めという戦法がありますが、台湾有事、米中関係の進展によってはアメリカとの衝突にもつながる可能性すらあり、そうなったらいよいよ食糧危機という懸念してきたことが現実化してしまいます。なんとなく毎日は過ぎ去っていますが、水面下では着々と何かが進行していると考えた方が良いでしょう。最悪のことが起きなければ、それはそれで良かったというだけの話で、起きたら生きるか死ぬかの修羅場を目の当たりにすることになります。途中で話題に触れましたが、経済危機というカードも見えてきています。またこちらについても動画を作成してみようと思っていますが、改めて日々平和に暮らすことができていることに感謝の念が深まります。今回の情報が皆さんの万が一に備えるというマインド設定のお役に立てればと思います。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。